どうもお疲れ様です。ババログです。去年動画で私の電動自転車デビューとなった ADO Air20 を1年間使ってみて、とっても快適で、もう普通の自転車に戻れなくなるぐらい気に入ってしまったので、今年はパワーアップした新モデル ADO Air カーボンを紹介したいと思います。京都はいよいよ紅葉シーズンに入り、観光客で溢れ返っていますが、人が少なめでじっくり京都を感じられる北エリアの観光スポットにこの新しい自転車で行ってきました。まさか自転車でここまで満喫できるとは思ってなかったんですが、想像以上に気持ちよくて疲れ知らずの大満足の一日になりました。よかったら最後までぜひご覧ください。それではスタート。今回紹介する自転車は ADO さんの中でも最も軽量な折りたたみ電動自転車 ADO エアカーボン。この新モデルを開封と組み立てからご紹介していこうと思います。ADO さんではこの1年で続々と新モデルが発売されていて、機能もそれぞれ違うのですが、私が今回このエアカーボンを選んだ一番の理由は完全にビジュアルです。カラーはこちらのフェアアイルラテとアイスランドブラックの2色展開で、少しツヤのある質感になっています。この塗装はカーボン素材の滑らかな質感と相まって上品さと高級感がぐっと引き立っています。一緒に同封されているものとして、販売証明書、自分で取り付けるパーツ、バッテリー、取扱説明書や組み立て方法など、完全体では届かないので組み立てが必要ですが、苦手な方は組み立てて届くサービスもあります。ではここからは実際に組み立てに入ります。ハンドルポールは折りたたみができるようになっているので、起き上がらせてレバーで固定。ハンドル部分は固定されていない状態で届くので、ハンドルポールの中央にギザギザになっている接地部分に取り付けます。固定用の留め具は別途同梱されているので、ネジを回しながら自分が握りやすい角度に調整してしっかり固定します。続いてペダルの取り付けです。ADO エアカーボンには一般的な後ろタイヤ付近のキックスタンドがついていなくて、左ペダルにペダルスタンドという独自のスタンドが採用されています。このペダルスタンドは左ペダルを取り付ける前にセットする必要があって、初めて見たタイプだったので最初理解するのに少し時間がかかりました。公式の YouTube で取り付け方の動画があるので、そちらを参考にするのがおすすめです。使い方は棒を引き出して下に回して広げてカチッと固定させるという仕組みです。スタンドは取り付ける角度が合わないと固定されず動いてしまうので、取り付けの時はカチッと止まっているか必ずチェックしてください。ペダルと一体化しているので、スタンドを立てる時は左ペダルを下の位置にして行います。サドルは本体側の固定パーツを一緒に入っている工具で一度緩めて外し、サドルのレールを差し込んでから前後の位置を調節して固定します。商品ページではリアラックはついていませんが、標準装備として取り付けられて到着します。最後に前後のタイヤに反射板をつけてようやく完成となります。これで組み立てが完成したので、ここからは各パーツの特徴について説明していきます。まず ADO エアカーボンの大きな魅力でもあるフレームは、超軽量光合成のカーボンファイバーフレームを採用しています。従来の素材に比べて圧倒的に軽く、それでいて耐久性もしっかり確保されています。本体の重量はわずか 14.5kg。一般的な電動アシスト自転車は平均で 27kg ぐらいあり、私が去年紹介した ADO Air20 が約 18kg だったので、それよりさらに軽くなっています。走行に関わる仕組みは ADO Air20 と共通していて、一般的な金属のチェーンではないカーボンベルトになっています。油汚れや錆などの心配がなく、とても静かでスムーズに走れ、最大3万キロのメンテナンスフリーになっています。ブレーキは油圧ディスクブレーキになっていて、軽い力でしっかり止まれて、雨の日でも安定した制動力を発揮します。ADO の電動自転車は共通してサドル部分にバッテリーが内蔵されているのが特徴です。エアカーボンも同じくサドル自体がバッテリーになっていて、見た目がとてもすっきりしています。
充電するときはサドルだけ外して室内で充電できるのでとても便利。1回の充電でおよそ100キロぐらい走れるので頻繁に充電する必要もありません。バッテリーが外から見えない構造のおかげでバッテリー盗難のリスクも少ないと思いますが、一応専用の盗難防止のキーもついているので安心して使えます。折りたたむ場合はフレーム中央のロックを外すとフレームが折れるようになっているので、本体を畳んで前輪と後輪に磁石がついているのでピタッと固定されます。金属製のモデルよりフレームが軽いので持ち上げる時の負担がほとんどありません。ハンドポールも到着時のようにロックを外すと折りたためてさらにコンパクトに畳めるので収納や持ち運びにも便利です。ではここからは乗り始める時の操作を簡単にご説明します。サドル下の端子にバッテリーと本体をつなぐコードを接続してサドル前下のスタートボタンを押します。ハンドルのディスプレイの内側の電源ボタンを長押しすると準備 OK。 スマートフォンと Bluetooth 接続すればアプリとの連動も可能です。さらに GPS が搭載されているので万が一の移動や衝撃を探知した場合通知が届くようになっています。エントリーモデルの ADO Air20 と違う点としてエアカーボンにはエコモードとスポーツモードの2種類のアシストが搭載されています。さらにアシストなしのゼロも選べるので電源が切れた時でもカーボンフレームの軽さのおかげで普通の自転車としても問題なく走れます。ゼロモードはアシストがないので坂道ではどうしてもペースはゆっくりになりますが、同じ坂でもエコモードに切り替えるとぐっと楽になって座ったまま余裕で登れるので普段使いならエコモードだけでも十分です。ライトは左上のボタンを長押しすると前のライトが点灯し、後ろは下のボタンを押すと点灯します。全体の特徴を一通りお伝えしてきましたが、実際に乗ってみて気になった点も少し触れておきます。使い心地は全体的にとても良かったんですが、一つだけ気になった点を挙げるとするとこのスタンド。ペダルスタンドは慣れるまで少し手間に感じることがあると思います。特に通勤などで使うとすると急いでる時にさっと自転車を置けない場面があるので少しストレスに感じるかもしれません。ただエアカーボンのタイヤ幅は一般的な固定ラックに問題なく入る太さなので、ラックのある駐輪場ならそのまま差し込んで止められて実際は困ることはないと思います。そもそもタイヤ側に通常のキックスタンドがついていないのはカーボンフレームが一点に大きな力がかかる構造に向いていないため、フレームの寿命や性能を守るための設計になっているからだそうです。正直去年紹介したエントリーモデルの ADO Air20 でも十分満足できる性能があるので、気になっている方はご自身の用途に合わせて選んでいただくのが一番だと思います。今回もお得なクーポンを発行していただいているので、詳しくは概要欄をチェックしてみてください。前回のエア20ではほぼ坂のない京都市内のおすすめグルメを紹介するために走り回ってたんですが、今回のエアカーボンはせっかくスポーツモードがあるのでその威力を検証してみようということで、人の少ない京都の北エリアの私のお気に入りの紅葉スポットを11月初旬に一足先に一人で観光してきました。最初の目的地は一か八かだった瑠璃公園。今回のルートは自転車ですが、電車で行く場合は京阪電車の出町柳駅からすぐ叡山電鉄に乗って終点の八瀬比叡山口へ。叡山電鉄は秋になると期間限定で紅葉のトンネルのライトアップもあって、道中からも旅が始まっているような楽しさがあります。この日に決めたのは翌日の11月8日から瑠璃公園は予約制になってしまい7日までフリーで拝観できたからです。正直金曜日だしすごい並んでたら諦めようと思ってたんですが、意外と平日は少なくてすぐ入りました。八瀬比叡山口駅から瑠璃公園に行く間にケーブル八瀬駅があり、ケーブルカーで比叡山に登ることができます。すぐ自転車で移動と思ってたんですが、タイミングよく出発ということもあったので乗ったことのなかったケーブルカーとロープウェイを乗り継いで比叡山に登ってきました。ケーブルカーとかロープウェイって非日常的な感じで観光してるって感じで結構テンションが上がりました。
ロープウェイで比叡山頂駅まで行くと京都駅などに向かうバスが出ているので、一気に市内に戻ることもできます。私はケーブルカーとロープウェイ往復2000円のチケットを買ったので、そのままロープウェイで下山。ケーブルカーの乗り継ぎまで時間があったので、京都大阪を一望できる景色を満喫しました。瓦け投げという願い事を書いたお皿を輪っかに投げる運試し的なものがあるんですが、結構難しくて一個も入りませんでした。さて、比叡山を満喫した後はいよいよ本日の最終目的地大原三千院で、由利公園から大原三千院まではおよそ7キロほどあります。関西の人で行ったことある人ならわかると思うんですが、正直誰が自転車で行くねんっていう場所になっています。ガチのサイクリングの人たちとすれ違うくらいサイクリングロード感が満載でした。ちょっと上りなのかなと思ってスポーツモード3に設定して進んでいましたが、ずっと座って焦げてたので、体感は平坦な道を進んでいる感じで、どこまでも行ける感じがすごかったです。頑張った市が行けんじゃん。あと17キロ。自転車のディスプレイには時速表示も出ていて、だいたい時速14キロぐらいで走っていたんですが、しっかりちゃんと30分で到着しました。帰り道で気づいたんですが、ほぼアシストを使わずに坂道をシャーッと全く漕いでいないのに、時速25キロぐらい出るなだらかな坂道が続いていたようで、そこで初めてずっと上り坂だったんだっていうことに気づきました。それくらいスポーツモードのアシストが自然で、30分間なだらかな上りを走っていたはずなのに負担なく走れていたので、このパワーは本当におすすめできます。そしてやっと到着した最終目的地の大原三千院。大原三千院は京都大原の静かな山里にある歴史あるお寺になっています。以上、大原三千院まで誰が自転車で行くねんっていう距離でしたが、スポーツモードのおかげで自転車で回ったとは思えない距離を1日疲れ知らずで楽しむことができました。京都北エリアは人も少なくゆっくり観光ができるので、京都観光の候補として頭に入れてもらえると嬉しいです。そして ADO の自転車はアシストが自然で、坂道でも安心して漕げるし、長距離でも疲れにくかったので、機会があれば滋賀の方まで走ってみたいと思います。今回詳しく紹介できなかった瑠璃光院と大原三千院についてはまた別の動画で紹介したいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。